こんにちは。クロスワールドついに正式発売日ですね。アーリーアクセス期間に、このゲームを、配信で合計16時間ぐらいプレイしたのですが、そこで問題だったのがチケットでした。普通にプレイするだけだと、パーツ一覧から、半分も買い物をしないうちに尽きてしまいます。パーツを仮に揃えられても、親密度があるので、使い道は多く、とにかく稼ぎをしたいのですが、普通にやっても、1レース良くて15枚ぐらいしか期待できません。そこで、今回は、チケットの効率的な稼ぎ方と、このゲームをやる上で、多分、一番お世話になるモードのレースパークを解説します。ゲームをスムーズに進めたり上達するためにも、ぜひ役立ててください。そもそも、レースパークとは何かから説明しますね。メインメニューで、オフラインの真ん中にあるやつですね。マルチプレイにおすすめと書いてあるので、一人だと全く触る必要がないように思えますが、このゲームを進める上では、非常に重要なモードです。普通のレースを含めて、いろいろなルールで遊べるモードとなっており、1レースサクッと遊んだり、ルールの設定には出る、アイテムや2周目のコースの絞り込みも可能なので、苦手な状況を徹底的に練習できるのはありがたいですね。そして、メインコンテンツが、AI レーサーとのバトル、ライバルレーサーが出現するのですが、このライバルに、3回勝つごとに報酬がもらえ、初回はマシンパーツ、2周目からはチケットがもらえるのですが、チケットは、ライバルチームを一通り倒すごとに、量が5枚増えていきます。つまり、グランプリと違い、3試合勝利できれば、多くのチケットを入手できるわけですね。グランプリもライバル報酬があるので、お得と思いがちですが、試合数や決勝では、レッドスターの稼ぎができないことを考えると、実は効率が悪いです。さらにグランプリより優れている要素があり、ライバルレーサーに挑んだら、勝敗に関係なく、ライバルのレベルに応じてチケットが配布されます。レベルは、最大のライバルの場合は負けても5枚確定なので、最悪ボロ負けでも、それなりの稼ぎになりますね。レベルを下げると、その分枚数は下がりますが、勝利数の報酬は変わらないので、苦手な人でも、こちらの方が安定して稼げると思います。ということで、雑に遊んでも報酬が美味しいので、グランプリの演出にこだわらない場合や、短い時間で何箇所もレースしたいときは、ぜひ活用してみましょう。では、ここからは、ルールの説明に入ります。共通な部分として、グループマッチは、3の場合は、4人、2の場合は、6人で分かれて、それぞれのグループ内のメンバーの順位と、ルールごとのお題を達成できた場合、追加点を加えて競うことになります。3グループは10点、2グループは15点入りますが、上位を独占されている場合は逆転できないので注意。逆に、言えば上位を独占すれば、お題を無視しても勝つことができます。お題に従うと、画面上部のゲージが溜まり、満タンになると、一定時間無敵になってブーストがかかります。これを使うことで、本来ブーストアイテムが必要なショートカットを無理やり通ったり、攻撃を防ぐこともできますね。狙って発動は難しいですが、覚えておくと役に立ちます。では、ここからは、各ルールの説明に行きましょう。まずはリングゲット。これは、レース中に集めたリングが一番多いチームに追加点が入ります。ガジェットのスタート成功ボーナスは、初期で30リングがもらえるため、つけておいた方がいいでしょう。また、コースの途中に出現する100リングも、重要。しっかり場所を覚えて先行している場合は、必ず回収しましょう。次は、タッチダッシュ。他のルールでも有効ですが、チームメンバーにぶつかることでお互い加速します。このルールでは、このダッシュの回数を競うことになります。仲間と同じ道を通るようにすると、お題が達成しやすいでしょう。次はアイテムヒットですね。その名の通り、攻撃アイテムを当てた回数で競うことになります。当然ながら、相手が無敵状態やダメージ直後に当てるとダメージが発生してないので、カウントが増えず無駄になるので注意。ロケットパンチ巨大化は当てやすいだけじゃなく、出現率アップもあるため、結構便利かも。2周目はアイテムボックスフィーバーが発生するので、攻撃、防御の回数が読めないのは注意。次はダッシュパネルですね。ダッシュパネルを踏んだ回数を競うのですが、当然多く踏んだチームは、チームのブーストも出るので、かなりスピーディにゲームが進行します。チャレンジ項目が何もない不遇なルールなのですが、わかりやすくスムーズに進行するので、とてもおすすめです。2周目は、必ず、ブーストゲートのフィーバーが出るので、覚えていたり、ダッシュパネルの近くに罠を仕掛ければ、必ず勝てるわけではないのが、また面白いですね。残りはほぼ変わらないのでまとめて、右側2つは個人戦となり、チームは組みません。この場合は、ライバルが3人になるので、その3人より、自分が
上の順位でゴールできればチャレンジ達成となります。クイックマッチが普通のレース、エクストリームマッチはアイテムレートが高いものだけで戦います。具体的には設置系がなく、防御系の大半も出現しません。どちらもグランプリを進めておくとスーパーソニックスピードで遊べるので回転率が高いのがいいですね。ここまでに説明し忘れていたのですが、チーム戦の場合はゲームスピードが固定になります。スーパーソニックスピードはグランプリでは1グランプリクリアするだけでいいのですが、タイムアタックでは全てのコースで走るため、このモードで遊びながら慣れておくといいでしょう。最後にカスタムマッチですね。これはレースパークのチャレンジには無関係ですが、2周目のコースやアイテムの出現内容を変更して遊ぶことができます。特定のシチュエーションに対する練習にも役立ちますし、普通に息抜きに好きなルールを作るのもいいでしょう。ただし、ライバルチームが出てこないので報酬が取れないのは注意。CPU のレベルは低くても、報酬は問題なく受け取れるので、スムーズに進行したい場合は、初回となるマシンパーツまでは弱くしましょう。レベル3以下がいいかと。ちなみに、ライバルを弱くすると、相対的に、こっちのチームが強くなるみたいですが、ルールに関与した立ち回りをするかは完全に気まぐれなので、あまり期待しないように、普通にボロ負けすることもあります。勝ちに行くというよりかは、運試し半分ぐらいで挑んだ方が気が楽です。ダッシュ以外の各ルールで10勝した後は、エクストリームをスーパーソニックスピードで回すのが一番楽です。スーパーソニックスピードは、ブレーキ必須など難しそうなことが書いてありますが、実際遊んでみると思ったよりも余裕があります。繰り返し遊んでみましょう。難しい場合や、操作が忙しくて疲れた場合は、ハンドルアシストとオートアクセルにして、カーブで自分でドリフト入力をしてうまく曲がるようにできれば、上位にもついていけるので、アイテムの引きが悪すぎなければ、それを使って上位でゴールできます。今から実際の映像を流しながら解説しますね。エッグポーンを選んでますが、特に意味はないです。マシンもキャラも本当に何でも良いです。アクセルタイプなら攻撃を受けたり大回りでも遅れにくいので悪くないかも。ガジェットに関してはストックプラスでアイテムを3枠にするのが必須条件。最後にレーザーかドリルで追い上げたいので加速アイテム出現率アップをつけています。ライバルは最高レベル。これはチャレンジ項目に最高レベルのライバルに勝つというものがあるので、その攻略を兼ねて取ったからです。確実に勝ちたい人はレベル4以下にしましょう。その場合でもアイテム運によっては負けることはあるものの、レベル低い場合は同じような立ち回りで圧勝できることが大半です。コースはやりやすいところで、特に思い浮かばないなら変形とかもないスタジアムが一番かと。外側に行き過ぎないように早めにドリフト、右にスティックを入れて曲がります。序盤は無理にも貸さず、リングとアイテムを集めて追い上げの準備をします。アイテムはドリルかレーザーを2個以上抱えたいですね。ダークチャオかスライムで崩されますが、来ない時は最後まで来ないこともあり得るので、拾えたら使わずキープ。裏がロケットパンチとかで埋まってしまった場合はすぐに使って捨てるか、ダークチャオが来たら受けて交換します。裏がモンスタートラックとドリルだったので追い上げに使えると判断し、ここはドリルを使って妨害を防ぎます。またアイテム破壊系の妨害が来ない限りは3周目までアイテムは持ちっぱなしでいきます。途中抜かされて焦るかもしれませんが、加速系アイテムは回復で持続が長くなるのでむしろ良い状況です。遅れすぎない程度についていきましょう。アイテムが1枠あるので引きに行きます。追い上げは大ジャンプより後に行います。トリプルパンチだと抜かせない可能性があるので、ここはダートに突っ込んでからモンスタートラック、その後ドリルで進んでパンチを投げてゴール前最後のボックスで逆転手段を引きに行きます。あ、防御ミスったまずい。レーザーが出たので右に入れてダートから打って逆転です。引きが悪いと2止まりでしたね。こんな感じで運任せにはなるものの、オートアクセルとハンドルアシストでも1位は取れます。連戦に疲れた時はぜひお試しください。ちなみに理想はドリル2個連続発動とかですかね。それができれば崩されずゴールできます。3回目だったのでちょうど報酬もゲット。こんな感じであまり手をかけずにチケットを集めていきましょう。
一応、最終手段として1位がゴールしてしばらく経てば、レース終了のため、効率は悪くなりますが、操作しなくても、一応チケット稼ぎができます。こちらは、最高レベル相手に、放置で7枚もらえるので、休憩時放置するとかで一応稼げます。最終手段として覚えておくと便利かも。ちなみに、レース中アイテムの並びで説明する余裕がなかったのですが、ドリル、キングブーブードリルみたいな感じになることもあると思いますが、これは大丈夫です。キングブーブーは、たとえ自分を狙ってきたとしても、もう1個のドリルで防ぎながら、後続に対する攻撃として使えるので、普通に良い引きだったりします。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チケット稼ぎも、もっといい方法が見つかったら教えますね。引き続き、他のチャレンジやモードの攻略もしますので、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。対戦がメインのゲームではありますが、皆さんがスタートラインに立てるように、最初のうちは、こういったパーツやお金の集め方を中心にやっていこうと思います。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。